こんばんは。そちらパパです。今回はレノボの大人気ヨガシリーズの最新製品であるレノボヨガ7 2-in-1 Gen 9が AMD の最新 CPU を搭載し、めちゃくちゃ高性能なパソコンへと進化し、ますますおすすめとなっていますので、皆様に紹介したいと思います。特にゲーミング性能などのグラフィック処理性能が大幅に進化していますので、グラフィック処理性能にも注目して動画を見ていただければと思います。そしてなんといってもヨガシリーズはタッチパネルに対応したパソコンとなっていますので、キーボードを使えないお子様でも簡単に使うことができますし、またパソコン初心者の方でも使いやすいパソコンとなっていますので、ご家族みんなで使うパソコンとして非常におすすめのパソコンとなっています。ということで、このパソコン性能の詳細を実際に使っている様子をお見せしながら解説していきますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それではこの動画の主なトピックを4つ紹介します。まずは 2-in-1 パソコンがどのようなパソコンなのかを簡単に紹介します。次にヨガ7を実際に使用しながら、このパソコンの性能についてを詳しく紹介します。次に実際に私がこのパソコンを使って感じたデメリットとその改善策を紹介します。そして最後にこのパソコンの購入方法を説明しますので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。ちなみに私は IT 関連企業で20年以上働いており、常に新しい技術や最新パソコンに触れる環境にいますので、パソコンについてはかなり詳しい方だと思います。またそちらおパパチャンネルでは、これまで最新おすすめパソコンの紹介や Wi-Fi 速度改善のための動画、またパソコン購入後に役立つ情報など IT に関連した役立つ情報をジャンルを問わず発信していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見に行っていただければと思います。2-in-1 パソコンについて紹介。まず 2-in-1 パソコンとは何なのかというと、ノートパソコンをタブレットのようにして使うこともできるパソコンとなっています。そのため通常のノートパソコンとしての機能は全て備えていることに加えて、パソコンで絵を描いたり、指で画面を操作できたりと、通常のノートパソコンよりできることが非常に多くなるため、便利で使いやすいパソコンとなっています。実際にこちらにレノボさんからお借りした実機がありますので、これを使ってどのように使えるのかを簡単にお見せしていきたいと思います。まずこれが通常のノートパソコンと同じようにして使う場合となります。この状態の場合、通常のノートパソコンの機能に加えてタッチパネルで画面を操作することができます。そのためこのように手で操作してウェブ閲覧をすることもできますし、またキーボードを使えない子供などでもこのようにタッチパネルを使ってゲームをしたり、無料のお勉強アプリなどを使用して楽しく勉強を行うことも可能です。実際に我が家の娘に無料で使える英語のお勉強アプリをいくつかやらせてみたところ、このように楽しく英語のお勉強をやってくれていました。そしてタッチパネルメインで使うときに一番おすすめなのがテントモードです。このテントモードにして使うと狭い場所にも置いて使うことができますし、非常に安定性も良いので、タッチパネルをメインで使う場合にはテントモードにして使うのが一番便利です。例えばキッチンなどで料理をする際に、このようなちょっとしたスペースでもテントモードにすれば置くことができますので、パソコンでレシピや動画を見ながら料理をすることも可能です。またこのような PC スタンドを使用すれば、キッチンに直接置いてパソコンが濡れる心配もありませんのでおすすめです。PC スタンドについては後ほどまた紹介します。またテントモードでは画面が揺れずに非常に安定しますので、付属の専用ペンを使用してイラストや文字を書く場合におすすめとなります。このように 2-in-1 パソコンであれば普通のパソコンができることに加えて、さらにタッチパネルを使用した操作ができたり、絵や文字を書くことができたりと、普通のパソコンに比べできることが非常に増えますので、タッチパネルなど絶対使わないという人以外には非常におすすめなパソコンとなっています。基本性能。まずはこのパソコンが搭載している AMD の最新 CPU Ryzen 7-8840HS の性能から確認していきたいと思います。 CPU というのはパソコンの頭脳部分となりますので、この性能はパソコンが搭載している装置の中で最も重要な装置の一つとなっています。そしてその CPU の性能はパスマークという値で知ることができるのですが、パスマーク値が1万程度あれば、一般的な作業を行う場合であれば高性能レベルとなっており、ほとんど全ての作業を快適に行うことが可能です。例えばこちらの表にあるような作業であれば全て快適に行うことが可能です。それに対し Ryzen 7-8840HS の CPU パスマークの値を見てみると、なんと26900もありますので、とんでもなく超高性能な CPU となっています。また高性能な CPU の性能を十分に発揮するためには、それに合った高性能なメモリが必要となるのですが、このパソコンが搭載しているメモリは 16GB LPDDR5X6400MHz となっており、データの読み書き速度が速い高性能なメモリが搭載されています。メモリというのは CPU が処理するデータを高速でやり取りするために一時的にデータを保存する場所となるのですが、こちらの 16GB というのがデータを保存できる容量、そして 6400MHz というのがデータをやり取りできる最大速度となっています。メモリ容量については、例えばオフィスソフト、ビデオ会議ソフト、ウェブブラウザーを同時に利用する程度であれば 8GB でも十分なぐらいの容量となっているため、 16GB あればまずメモリ不足になる心配はありません。また 16GB あればメモリ容量が比較的必要となる PC ゲームであっても、ほとんどのゲームでメモリ不足になることはありません。また注目すべきはこの 6400MHz という速度で、これは少し前まで主流だったメモリに比べ最高2倍の
速度が出るメモリとなっています。実例を一つ挙げると、例えば私が安く買えるパソコンとしておすすめしている同じレノボの IdeaPad Slim 170のメモリ速度を見てみると、こちらは 3200MHz となっていますので、このメモリと比較すると2倍速い速度となっています。現在でも 3200MHz のメモリは普通に使われていて、16GB メモリであれば 3200MHz のメモリでも一般的には十分なメモリとなっていますので、6400MHz のメモリが 16GB というのは超高性能メモリということができます。次にストレージについては 1TB 搭載されていますので、内蔵ストレージとしては十分すぎるぐらいの容量となっています。また実際にストレージの読み書き速度を測ってみた結果としても、読み込み速度が 5026MB 毎秒、書き込み速度が 4664MB 毎秒となっていますので、データの読み書き速度は非常に高性能なストレージとなっています。これがどれくらい速いのかを他のストレージと比較してみると、例えば私のゲーミングデスクトップ PC に内蔵しているハードディスクドライブの速度を測定した結果を見ると、読み込み速度が 121MB 毎秒、書き込み速度は 113MB 毎秒となっています。さらに私が少し前の動画で紹介した ThinkPad E14 Gen 5 AMD の SSD の速度を測定した結果を見ると、読み込み速度が 3709MB 毎秒、書き込み速度が 3384MB 毎秒となっています。この読み書き速度でも十分に速い速度となっていますので、このヨガ PC のストレージはとんでもなく速いストレージとなっています。ということで、搭載されている CPU、メモリストレージはいずれも超高性能なものとなっていますので、実際にその性能をこちらのレノボさんからお借りしたヨガ7を使用して確認していきたいと思います。今回は個別に一般的な作業を行っても快適に動作するのは当たり前の性能となっていますので、画面を複数に拡張して複数のソフトを同時に立ち上げて快適に動作するかを確認していきたいと思います。まずヨガ7の場合、映像が出力できる端子は HDMI 端子が1個と Type-C 端子が2個ありますので、このように最大4画面に拡張して使用することができます。そして複数の作業を同時に実行し、 CPU 性能やメモリ性能の限界を超えてくると動きがカクカクしてしまったりフリーズしてしまったりするのですが、ヨガ7で4画面に拡張して作業を行った場合にこのような問題が発生しないかを確認していきたいと思います。左上の画面で FF14 のベンチマークテストを行いながら、左下の画面では YouTube 動画を流し、さらに右上の画面では Web 版の Microsoft Office の Word を起動しています。さらに右下の画面では Microsoft ホワイトボードを起動し絵を描いていますが、全ての画面で行っている作業が全く問題なくスムーズに行えることを確認できました。特に FF14 のベンチマークテストは処理負荷が非常に大きい作業となるため、ベンチマークテスト実行中はなかなか他の作業を同時に快適に行うことはできないパソコンが多いのですが、このパソコンの場合には見ての通り全ての作業を快適に行えることを確認することができました。これほどの作業を同時に行える性能のパソコンとなっているため、このパソコンの場合一般的な利用で性能不足となることはまずないと考えて良いと思います。ちなみに今回こちらのモバイルモニターを使っているのですが、 15.6 インチのモバイルモニターとしては重さ約 1kg しかないため非常に軽く、また映像も見ての通り十分に綺麗なモニターとなっていて、しかも販売価格が 15,803 円とかなり安くなっていますので、非常におすすめの製品となっています。さらにこの製品はアリエクスプレスで販売されている製品となっているのですが、今回アリエクスプレスから2024年5月31日まで約1200円安くなる特別クーポンを提供していただきましたので、もしこのモバイルモニターを欲しいと思った方は動画の概要欄にある購入リンクからこちらの特別クーポンを使用してお得に購入していただければと思います。またアリエクスプレスの場合、年5、6回ほど大規模なセールがありますので、クーポン期限が切れた後はセールの時を狙って購入することをお勧めします。ただしこのモニターは使い方に2点注意点がありますので、それについては動画の最後におまけとして付けておきますので、このモニターを買いたいと思った人は動画の最後にあるおまけ動画も見ていただければと思います。次にゲーミング性能の確認を行っていきたいと思います。ちなみにゲーミング性能についてはどんなに頑張ってもゲーム専用の GPU を搭載したゲーミング PC に勝つことはできないのですが、この PC が搭載している Ryzen 7 8840HS は内蔵 GPU の性能がかなり向上していますので、ゲーミング性能については大幅な向上が期待できます。ということで実際にゲーミング性能を検証した結果をお見せしていきたいと思います。ちなみに GPU というのはグラフィック処理などを主に行う装置のこととなります。ゲーミング PC の場合は CPU に内蔵されている GPU に加え専用の GPU を搭載しているため、グラフィック処理性能が重要となる 3D グラフィックのゲームなどを行う場合においては非常に高い性能を出すことができます。それに対し一般的なノートパソコンの場合は CPU に内蔵された小さな GPU が頑張ってグラフィック処理を行うものとなっていますので、これ
まではなかなか高い性能を出すことが難しいものとなっており、ゲーミング性能についてはあまり期待することができないものとなっていました。ですが、Ryzen 7 8840HS については、この小さな内蔵 GPU の性能が大幅にアップしていますので、ゲーミング性能の検証結果に注目していただければと思います。ちなみにゲーミング性能が高いということは、グラフィック処理能力が高いということになり、写真編集や動画編集などの画像処理能力も高いということになりますので、持ち運び可能な 2-in-1 パソコンで動画編集なども行いたいと考えているクリエイターの方々も参考に見ていただければと思います。まずは比較的負荷が軽いゲームとなっているドラクエ10の結果となります。こちらの結果としては、評価は上から2番目となるとても快適という結果となりました。つまりドラクエ10については全く問題なくプレイすることが可能という結果となっています。次に中程度の負荷となるファイナルファンタジー14の結果となります。こちらの結果はスコアが8022で評価が快適という結果となりました。ファイナルファンタジー14は見ての通りそれなりにグラフィック処理負荷の高いゲームとなっていますので、このゲームで快適という結果がモバイルパソコンで出せるというのは正直驚きです。これがどれくらいすごい値なのかを他との比較で見てみると、例えば私がこちらの動画で紹介したミニ PC が Core i シリーズの中では最高レベルの CPU となっている第13世代 Core i9-13900H を搭載しているのですが、この CPU はパスマーク値で言うと29246という超高性能な CPU となっています。これまではパスマーク値が高い CPU であるほど内蔵されている GPU の性能も高くなっていたのですが、この Core i9-13900H の Final Fantasy XIV の結果を見ると、スコアは7353となっており、評価はやや快適となっていました。この比較結果から見ても AMD の最新 CPU である Ryzen 7 8840HS のゲーミング性能は少し前までインテルの最高性能 CPU として君臨していた第13世代の Core i9 シリーズと比べても大幅に向上していることがわかると思います。次に非常に負荷の高いゲームの代表となる Final Fantasy XV の結果となります。こちらの結果はスコアが3750、評価が普通という結果となりました。Final Fantasy XV で普通評価が出るというのはかなり GPU 性能が高いということが言えますので、この評価の CPU であればゲームがある程度プレイできることはもちろんのこと、動画編集も Adobe Premiere Pro などを使った高度な動画編集であっても問題なく快適に行うことができる性能であると言えます。この結果からついに Ryzen 搭載の通常ノートパソコンでもある程度ゲームが快適にできる時代が到来したと言っても良いのではないかと思います。次に実際にゲームをプレイしてみた例として、無料でプレイできるゲームで圧倒的な人気ゲームとなっている Apex Legends を実際にプレイしてみた結果をお見せしようと思います。今見ていただいている映像が Yoga 7で実際にプレイしているゲーム映像となりますが、実際見てこの画質をどう感じるでしょうか。十分に綺麗な画質だと思う人がほとんどなのではないかと思います。実際に FPS に関しても 60fps をほぼキープしていますので、おそらく一般的なプレイヤーであれば全く気にならないレベルの画質となっているのではないかと思います。ということで、主目的は持ち運びもできる最新の高性能な 2-in-1 パソコンを買いたいという人で、ついでに PC ゲームを普通にできるレベルのパソコンが欲しいという人や、ある程度高度な動画編集を持ち運び可能な 2-in-1 パソコンで行いたいという人の場合には、この最新の Ryzen 7 8840HS の CPU を搭載した Yoga 7が非常におすすめだと思います。バッテリー性能。バッテリーは 71Wh という大きめのバッテリーを搭載しています。実際に Windows の機能を使用してバッテリーの持ちを確認してみると、画面の明るさが 70% の状態で電源モードを通常のバランスモードとした状態で、推定残り時間が22時間10分と出ていますので、バッテリーの持ちはかなり良い方となっています。ただし、このバッテリーで使用できる時間はパソコンの使い方によって大きく変わってきますので、参考程度にしていただければと思います。重さ。重さに関しては 1486g なので、モバイルパソコンとしては軽くはないですが、楽々持ち運べるレベルの重さとなっています。また付属のバッテリーを含めた場合は 1795g となっていますが、Yoga 7は Type-C で充電できるタイプのパソコンとなっているため、例えばこのような充電器を持ち運び用として一つ持っていると軽量化できるのでおすすめです。こちらについては動画の概要欄に購入リンクを貼っておきます。インターフェース。インターフェースは充実していて、必要なものは一通り揃っています。ただし、普通のタイプ A 端子が1箇所しかなく、ここは普通はマウスの端子を指すことになり、そうなると他にタイプ A 端子が使えなくなりますので、その点が少し不便だと思います。そこでおすすめなのが、このようなタイプ C 端子で接続できる USB ハブです。このようなハブを一つ持っておくと、タイプ A の USB 端子を増やすことができるのはもちろんですが、さらに有線 LAN 端子、普通サイズの SD カードなども使えるようになるので、一つ持っておくと非常に便利です。この USB ハブに関しても、送料の112円を含めても、アリエクスプレスの価格が他に比べ圧倒的に安いのでおすすめです。こちらについても動画の概要欄に貼っておきますのでチェックしてみていただければと思います。ちなみにあまりに安すぎるので品質に不安を感じる人もいるかと思いますが、私の方で全ての端子を実際に使用し問題なく動作することを確認済みとなっていますので、品質については安心してもらって大丈夫です。
ただし製品は中国からの配送となっていて、配送中に箱が潰れてしまうようで、このような感じの状態の箱で届きますので、その点だけ認識した上で購入していただければと思います。中身の製品については全く問題ありません。内蔵カメラ、マイク性能。次に内蔵カメラ、マイクの性能を確認していきます。これについては実際に内蔵カメラとマイクを使った録画映像をお見せしていきます。それでは内蔵カメラと内蔵マイクのテストを行っていきます。どうでしょうか？映像は綺麗でしょうか？音声はクリアでしょうか？ノイズなどはないでしょうか？それではテストを終了します。バイバーイ。ということで、映像、音声ともに特に問題ないのではないかと思います。スピーカー性能、スピーカーの音質についても動画でなければ確認できないところとなりますので、チェックしてみていただければと思います。20秒ほど音楽を流します。ということで、スピーカーはかなり高品質なのではないかと思います。また聞いていただいた音量は 40% 設定なので、まだまだ大きな音とすることができます。デメリット。このパソコンのデメリットとして気づいた1点目は、排熱性能が弱いということです。通常の作業を行う場合には問題ありませんが、ゲームのような負荷の高い作業を長時間行っていると、かなりキーボード面が熱くなってきてしまいます。そこでおすすめなのが、このような PC スタンドです。この PC スタンドを使うことにより、排熱がされやすくなり、キーボード面も熱くならないようになり、また性能も向上しますのでおすすめです。実際にスタンドありとなしの時のベンチマークテストの差を見てみると、スタンドありの方がスコアが良くなっていますので、長時間ゲームなどの高負荷の作業を行う時などは、絶対に PC スタンドを使った方が良いと思います。また先ほどお見せしたように、キッチンなどで使いたい時も PC スタンドに乗せて使えば濡れる心配もなくなりますので、 PC スタンドは持っていて損はないと思います。ということで、おすすめの PC スタンドの購入リンクを動画の概要欄に貼っておきますので、こちらもチェックしてみていただければと思います。例えばアリエクスプレスの場合、合計1500円以上買えば送料が無料となり、 PC スタンドに至っては初回購入特典でたったの154円で買えちゃいますので、めちゃくちゃお得です。デメリットの2点目は、画面に光が反射しやすいということです。このパソコンのモニターは光沢ありの液晶となっているため、光が画面に反射しやすいというデメリットがあります。光沢ありの液晶は逆に写真や動画の映像が綺麗というメリットもありますので、光沢あり、光沢なし、どちらのモニターが良いかは好みが分かれるところとなります。基本的にはこのように反射しない角度に調節すればこの問題は解決しますが、それでも気になるという人の場合は、このようなフィルムを貼ると反射を軽減できるだけでなく、液晶画面を保護することもできますのでおすすめです。こちらのフィルムについても動画の概要欄に購入リンクを貼っておきます。ということで、このパソコンについて十分に理解していただけたと思いますので、次に購入したい人のためにこのパソコンの購入方法とおすすめの周辺機器を紹介したいと思います。購入方法。まずは動画の概要欄にある丸1のリンクをクリックしてください。するとこちらのページが表示されますので、カートに入れるをします。次に保証の選択となりますが、もともと1年間の保証は無料でついてきます。しかもこの PC の保証の場合、プレミアムケアというワンランク上の保証となっていますので、24時間365日いつでも電話サポートを受けることができ、また優先的に修理を受けることができるかなり良い保証となっています。そして今だけかもしれませんが、3年間への延長保証が割引となっていて 19,800 円で入ることができますので、心配な方は入っておいても良いと思います。1年間の無料期間が過ぎてからパソコンが壊れるかどうかは正直運次第となります。なので保証に入るかは非常に迷うポイントとなると思いますが、実は後からでも延長保証に追加で入ることもできますので、少し延長保証価格が高くなっても良いのであれば今決断しなくても大丈夫です。ちなみに私も今使っているレノボのパソコンでは、延長保証は1年間の無料期間が切れる直前で追加で2年入りました。後で追加で入る場合、保証が再開されるまでにこのように保証の空白期間が発生しますので、この期間にすぐに修理に出したい場合に修理に出せないというリスクはありますので、それでも問題ないという人の場合は後で追加で入っても良いと思います。ということで、今回の例では延長保証は入らずに次に進みます。周辺機器については、マウスを持っていない人の場合はレノボ530ワイヤレスマウスがおすすめです。こちらのマウスはちょうど良い厚みがありますので、手にしっかりフィットしますし、操作の反応も良く、しかもレノボの純正マウスであるにもかかわらず1000円台で買えて非常に安いのでおすすめです。こちらのマウスはここでセットで買うと少し割引価格で買えるので、マウスを持っていない人はセットで購入することをお勧めします。またマウスパッドについては、このようなクッションがついているマウスパッドを購入することをお勧めします。私はこのようなクッションがついているマウスパッドに出会う前は、パソコンを長時間使っていると手のここの部分が痛くなってしまって辛かったのですが、このマウスパッドに出会ってからこの痛みが完全に解消されましたので、このようなマウスパッドを使うことを強く推奨します。私が使用しているこちらのおすすめのマウスパッドを動画の概要欄に貼っておきますので、チェックしていただければと思います。ということで、ここではマウスを選択してカートに入れるをします。すると現時点の価格で14万6571円となります。ここで大学生専門学生の方はこちらで認証を行うと少し安くなる可能性もありますので、認証を行うことをお勧めします。
この製品の場合、マイレノボリワーズの会員登録をして購入すると、現時点での情報とはなりますが、1466円分のポイントがもらえるので、会員登録をして購入することをお勧めします。ここまで行えば、あとは購入手続きに進むを押して、先ほど会員登録をしたマイレノボリワーズの ID とパスワードでサインインして購入すれば OK です。そして、これは購入後のおすすめ情報となりますが、パソコン購入後に1466円分のポイントが付与されますので、そのポイントを使って、こちらのスリーブケースを購入すると、実質500円程度で購入することができますのでおすすめです。このスリーブケースは、レノボの14インチサイズパソコン向きに作られているものとなっており、全体がこのようなふかふかな素材で囲われていますので、衝撃に強く、また防水処理がされていますので、雨の日でも中まで水が染み込まないようにできますので安心です。またこのままリュックに入れることもできます。そのため普段パソコンを持ち運ぶことが多い人におすすめなのはもちろんですが、たまに実家に帰る時などにパソコンを持っていく場合にも、これがあると安心だと思いますので、皆さんにおすすめな商品となっています。こちらのスリーブケースの購入リンクを動画の概要欄②に貼っておきますので、ぜひパソコン購入後に付与されるポイントを使ってお得に購入していただければと思います。またセキュリティソフトについては、無料で使えるアバストアンチウイルスが実は有料ソフトよりウイルス検知率が高く非常におすすめとなっていますので、パソコン購入後はこちらを無料ダウンロードして使ってみていただければと思います。私もこのアバスト無料アンチウイルスを使用していますが、 Windows にもともと入っている無料セキュリティソフトである Microsoft Defender にない機能として、危険なウェブサイトなども事前に検知してアクセスをブロックしてくれますし、またウイルス検知率も Microsoft Defender より高くなっていますので、特に初心者の方はこちらを使った方が安心なのではないかと思います。こちらを無料ダウンロードできる公式ページのリンクと、このアバスト無料アンチウイルスの詳しい説明も行っているセキュリティ初期設定に関する動画のリンクを動画の概要欄に貼っておきますので、参考にしていただければと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が役に立った、面白かったという人は高評価ボタンを押していただけると励みになりますので、ぜひ高評価ボタンをよろしくお願いします。またこのパソコンに関する質問はもちろんですが、他社メーカーのパソコンに関する質問でも、パソコン購入に関する質問であれば何でも回答していますので、ぜひ気軽にコメント欄で質問していただければと思います。ちなみにこの動画でお見せしている価格はあくまでも動画作成時点の価格であり、昨今の急激な円安の影響で今後パソコン価格は値上がりする可能性が高くなっていますので、ぜひ値上がりする前に早めに購入することをお勧めします。それではまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。おまけ動画。紹介したモバイルモニターについて非常に安くておすすめなのですが、使い方に注意点が2点ありますので、このモニターを購入したい人向けにおまけ動画としてお伝えしておきたいと思います。1点目はこのモニターの立て方です。マニュアルには残念ながらこのモニターの付属のカバーを使った正しい立て方が書いていないので、どう立てれば安定するのかが分からず試行錯誤したのですが、正解が分からなかったためメーカーに問い合わせをしました。その結果、このような説明資料が送られてきましたので、内容を確認したところ正しいモニターの立て方が分かりました。まず付属の専用カバーにこのようにモニターを置きます。次にここの部分を折りたたみます。こうすることでモニターを立てた時に滑らなくなりますので、ここが重要なポイントとなります。この状態にしてからこのようにモニターを立てると安定しますので、もしこのモニターを購入する場合はこの立て方を覚えておくと良いと思います。2点目が使い方によってはモニターに映像が出力されない場合があるという点です。例えば今回紹介しているヨガ7でこのモニターを使用した場合で言うと、付属の HDMI ケーブルで映像を出力する場合には問題ないのですが、Type-C ケーブルで映像出力をする場合には使い方に注意が必要で、先にモニターに電源コードを挿してからパソコンとモニターを接続しないと映像が出力できないということが分かりました。これについてはメーカーに問い合わせた結果としてもそういう仕様とのことだったので、皆さんが同じ問題に直面しないようにここでお伝えしておこうと思います。ただしこの問題が発生するかは使用するパソコンによるらしく、私が持っている他社メーカーの2台のパソコンを使用して Type-C 接続で映像出力を行ってみた結果、そもそもモニターに電源を挿さなくてもこのように映像を出力することができましたので、この問題が発生するかどうかはパソコン側の Type-C からの給電パワーによるのだと思います。残念ながらヨガ7で使用する場合はこのような問題が発生しますので、Type-C で接続したい場合には対処法を覚えておいていただければと思います。ちなみに安いモバイルモニターは実は他にもたくさん販売されているのですが、格安モバイルモニターはかなり品質に問題がある製品が多いため、映像が十分に綺麗で重さも軽く、また私が検証したことによってすでに問題点とその解決方法が分かっているこちらのモニターを買った方が安心なのではないかと思います。モニターを使って2画面に拡張して作業を行うと、仕事などは特にめちゃくちゃ作業効率が上がりますので、モニターを1つ持つことは非常におすすめです。そしてどうせ買うなら普通のモニターではなくモバイルモニターを購入した方が外出先でも使えますし、家でも置き場所に困らず、ノートパソコンとの利用は非常に相性が良いのでおすすめです。ということで動画の概要欄にこのモニターの販売ページのリンクと特別クーポン情報を載せておきますので、欲しいと思った方はこちらのページから購入していただければと思います。またアリエクスプレスのセール情報やクーポン情報も更新があった場合には随時動画の概要欄を更新するようにしますので、気になった方はチェックしてみていただければと思います。